The other day I met a taxi driver by the name of Mr. Kato. He drove 10 years to gain his independence with a private taxi business in Japan. Once independent, he fulfilled his dream of driving a customized Toyota Crown that looked a bit, well, dangerous. すみませんが、タクシーですか？ああ、これタクシーですよ。ちょっと怖いんですけど。ああ、別に大丈夫ですよ。乗れますよ。お願いします。はい。できないのに。はい、いいですよ。はい、どうぞ。What struck me, however, was not only the car itself, but two more things. First, I was surprised to learn that this somewhat dangerous-looking car had the effect of protecting him from rude customers. Now they were mostly respectful, but ignorant customers used to boss him around while employed as a regular, non-personal taxi driver with a company that denied customized cars as an expression of individual style. やっぱり私はその興味あるテーマですね。その外は丁寧に答える、マナーを守る人はタクシーに乗るとタクシーに乗って違う人になるみたいなことですかというような前の話でそういう印象とかも残っていたんですけど、まあ多分まあそれはね運転手のしかわからない経験だと思うんですね。タクシーの仕事はね、まあ、どこの国も多分そうだと思うんだけど、結構なんていうの、みんな仕事がなくてタクシーにするっていう日本人のイメージなんだけど、ドイツも多分そうですね。稼いでっていう気持ちだったらまあやってもいいんですけど、まあそうじゃない人もいますからね。免許ライセンスさえあればできる仕事なんで、だから結構この社会的ステータスのが低い人の集まりの会社なんですけどもね。Unfortunately, Mr. Kato asked me to delete most of that dialogue before I published my first video on our encounter, linked in the description below. But I respect his privacy and fully understand why he hesitates to provide details of the more daunting interpersonal exchanges endured by taxi drivers on a regular basis. The second reason for me to see him again was to learn more about the pandemic effects on the taxi business and on Nagoya's nightlife district Sakai. Jump in and join us for this ride. まあ今日もうこの時間になるともうコロナになってからですけどね、もうこんな時間でもう人いないんですもんね。確かにね、目立つね。コロナ前の時はもっとすごい人いっぱいいたんですけどね。ねえ、まだそんなに遅くないね。でも人は本当に集まらないね。まだテレビとかラジオとかでコロナが何人出たとかあだこうだ騒いでるうちは飲みに来ないでしょ。あとリモートワークする人とかいて、なかなかそれで街に出てみんなで飲もうかっていうのはなかなか難しいかもしれないですね。確かにね。まあいいや、とりあえずこっち行こうか。これは住吉って言って、この今この辺りのメインストリートみたいな感じですよね。この辺りが。ここねスターバックスあったんですけど、ついこの間まで
あったんです、オープンしてたんですけど、このホテル自体がクローズになってるみたいで、こうもう玄関もライトつけてないんですよね。もうここのホテルもクローズになっちゃってる。やっぱりコロナの影響でホテルに泊まる人いなかったんですよね。なるほど。それでそこだけじゃなくて他のところも結構クローズしちゃってるんですよね。名古屋で有名なホテルも、まあ、そのコロナの関係もあるのか分かんないですけど結構クローズになっちゃってますね。次は名古屋で一番の夜の街の錦っていうところに行きますね。はい。またさっきの住吉っていうところのストリートです。人がもうちょっとね歩いてたりなんかしてるとなんかいいんですけどね。夜の街だなっていう感じ出てくるんだけど、ここまで人いないとね、ロックダウンじゃないですけど緊急事態宣言とかまん延防止あったじゃないですか、はい、あれみたいなあん時みたいな感じになっちゃってるんですよね今。あんま変わんなくなっちゃった。こんなところでいいかな。こっちのその住吉っていうところのブロックはだいたいこんな感じですね。またこの住吉のストリートに戻ってもうそのまま今度は夜の名古屋の一番の町のその錦へ行きますね。だから僕でもこの時間までいないですもんね。もう帰ってっちゃいますもんね。だいたいこの感じだと7時ぐらいでもう人いないから手上がんないから。こっちから行こうかな。こっからがその錦3丁目で一番夜の繁華街ですね。でここ錦通りって言って本当だったらコロナになる前は夜遅い時間、10時11時頃になるともうこの3車線全部車が 2車線ぐらいまでは3車線もそうだな、もうタクシーで埋まっちゃうんですよ。今曲がったぐらいのところから先にあるドンキぐらいまでこうずらーって並ぶんですよ、空のタクシーが。で大体お客さんがよく乗ってくるのはこの辺りから乗ってくるんですわ。他も乗ってくるんですけど、今そんなシチュエーションじゃないですけどね。大体ここのドンキぐらいまでずらっと並ぶんですわ。
あの信号のところがその一番夜の繁華街で一番の錦のど真ん中ですね。ところどころやめてクローズになってる店もあるんで少し暗い感じですね。あ、どうしようかな。信号がくるっと回るか。あれ、ここって長崎ちゃんぽんリンガーハットだったかな。ここもやめちゃったんだな。この辺も店いくつかあったんだけどだいぶやめちゃってますね。寂しいですね。寂しい、本当に。なんか生き残るとかできないでしょう。家賃とかも多分すごい。いやー、ちっちゃいところ、ちっちゃいスペースのところでも多分結構レンタル料かかってると思う。向こう側に建物あるのはインターナショナルホテル、はい、国際ホテルなんですけども、そこもいつ辞めちゃったかな。ここも結構昔からあるホテルだったんですけど、まあコロナのせいかな、分かんないですけどクローズになりましたね。ここもねホテルだったんですけど、で下が1階がスタバで、またここもホテル辞めちゃってるもんでスタバもまあ辞めちゃうことになるんだけど、この辺りもねなんか人もいないせいもあるのか、まあ明かりもライトもあんまりついてないな。こっちのブロックはねたまに殺人事件があったりするんですよ。でその中のワンシーン僕の携帯に入ってるんですけどね。このような地域はもう危ないですね。ここはね多国籍って言って、いろんな国の人が水商売とかやってるところなんですわ、こっちのブロックは。そうだな、この辺りここがメインのストリートになってくるんですけど、この辺りで僕も昔バーテンやってて仕事したことありますわ。